世界中で愛されている大人気バトル漫画僕のヒーローアカデミア。そんなヒロアカの中で最も人気のあるキャラは誰だか知っていますか？やっぱり応援したくなる主人公のデクじゃないかな。というわけで今回は主人公のデクを抑えて人気ランキング1に輝く天才暴言少年爆豪勝樹について解説していこうと思います。ヴィランにはほとんど勝ててないかっちゃん。この動画を見終わった時あなたは初期の爆豪マジでヤバいなと思うことでしょう。それでは行ってみよう。本名爆豪勝樹、ヒーロー名大爆殺神ダイナマイト。どっそ。身長172センチの A 型で好きな食べ物は辛いもの、趣味は登山です。せっかちなかっちゃんの趣味が登山だなんて意外な趣味だね。ちなみに登山が好きな理由はモブどもを見下ろすのが好きだからだそうです。性格歪みまくってるな。轟家に招かれた際、轟将との姉冬美が作った麻婆豆腐が気に入ったようでレシピを教えてもらうなど家庭的な一面もあり、持ち前のセンスで何でも器用にこなす爆豪は料理も超人的にうまいことがスピンオフで明かされています。何でもできるセンスの塊。性格は傲慢で自信家、野心家で完璧主義者と一見すると嫌なやつに見えますが、ヒロアカ第1話でデクの大事なヒーローノートを燃やして捨てたり、無個性のデクに向かって来世は個性が宿ると信じて屋上からのワンチャンダイブとあまりにもひどい暴言を吐くクソを下水で煮詰めたような嫌なやつです。結局嫌なやつじゃん。作者の堀越先生もなんで爆豪が人気なのかわからないというほど正真正銘のクソ野郎だった爆豪でしたが、 UA 高校に入学しさまざまな挫折を経験することで本来の努力家で仲間思いの性格が徐々に現れてきます。 UA 高校に入ってデクに負けたと思って泣いたところから堀越先生の爆豪への見方が変わったんだよね。ヴィラン連合からも仲間に誘われるなど一時期は爆豪が闇落ちするのではないかと噂されましたが、爆豪の中にはオールマイトへの憧れという確固たるヒーロー像が存在し、どんな困難に直面しても闇落ちすることはありませんでした。パッと見は乱暴だけどなんだかんだオールマイトに憧れているあたりデクと似た者同士だよね。そんな凶暴な天才爆豪ですが、気の強い母親には頭が上がらず、両親からしたら反抗期の男の子程度の扱いで家族仲は良好のようです。息子からも爆豪ママからもめちゃくちゃ責められてる気弱なお父さんだけど、馴れ初めは爆豪ママから猛烈アピールされて結婚したっていうのがなんだか微笑ましいよね。結構激しい性格のかっちゃんだけど誰と仲がいいのかな。爆豪の交友関係だと霧島英二郎、ベストジーニスト、緑谷出久の3人は外せないでしょう。霧島くんっていつもかっちゃんと一緒にいるよね。中学時代も射程のような友達しかいなかった爆豪ですが、 UA 高校では対等に付き合える友達も数多くできました。中でも霧島は入学当初から爆豪に物おじすることもなく対等な立場で接し、性格で損しがちな爆豪のフォローをしたりと爆豪の親友ポジションになっていきました。あのかっちゃんと対等に付き合えるなんて。セロ、雷、霧島は爆豪組と呼ばれるくらい空き時間には一緒にいることが多く、霧島は爆豪から勉強を教えてもらうほど仲が良くプライベートを共にしています。超スパルタ勉強会は嫌だな。爆豪と霧島の絆は周りから見ても明らかで、ヴィラン連合に爆豪がさらわれた際、デクからは霧島くんならかっちゃんは手を取るはずと言われるほど2人の信頼関係は強くなっていました。堀越先生も言ってるけどこのシーンってデク自身がかっちゃんに自分の手を取ってもらうのを諦めちゃってるのが合理的なんだけど、2人の溝は深いんだなって思っちゃうよね。デクとかっちゃんは結局仲良くなったの？中学時代はデクに暴言を吐きまくっていた爆豪と見るだけで萎縮してしまうデクの溝は想像以上に深く、 UA 入学当初はお茶子も心配するほどの険悪なムードでしたが、実はデクの危うさというか狂気的な自己犠牲の性格を一番理解していたのは爆豪本人で、最初は理解不能な行動を取り続けるデクに恐怖を感じ寄せつけないようにしていました。しかし全面戦争編ではデクのことを誰よりも理解し、一人で犠牲になろうとしたデクを体を張って助けたり、全面戦争後
全てを抱え込もうとするデクに対して本心を打ち明け、今までのことを謝罪し和解しました。仲直りするまで33巻かかったんだね。その後もギクシャクした関係ではありますが、デクのことを素直に認めた爆豪は心のわだかまりが解けたのか、仲間と協力することを覚え、最終決戦では全員で協力して死柄木に立ち向かうリーダーシップを見せています。最終決戦のかっちゃんは本当にかっこいいよね。最終決戦といえばかっちゃんとベストジーニストの絆も注目ポイントだよね。もともとは職場体験でベストジーニストの事務所に行ったことが2人の出会いのきっかけでしたが、荒々しい爆豪にとって髪を七三分けにされたりきっちりデニムを履かされるベストジーニストとは相性が悪いと思いきや、爆豪本人はベストジーニストのことを尊敬しているようで、ヒーロー名を決めた時は一番に彼に聞いてほしかったのか、全面戦争編でベストジーニストが参戦するまで秘密にしていました。かっちゃんって結構可愛いとこあるよね。ベストジーニストも向上心のある爆豪のことは気に入っているようで、クールで面倒見のいい師匠と荒くれだけど素直な弟子という良い関係を築いてきた爆豪とベストジーニスト。最終決戦では死柄木にやられた爆豪にいち早く駆け寄り、爆豪を守るために命を懸けて死柄木に立ち向かう様子が描かれ、2人の間に師弟愛が生まれていました。かっちゃんはどんな個性を持っているの？爆豪の個性は爆破です。この個性は母親の個性、グリセリンと父親の個性、酸化間が合わさって生まれたハイブリッド個性で、爆豪曰く何でもできる個性です。確かに空飛んだり攻撃したりひるませたり、戦闘に関しては何でもできる強い個性だよね。爆破の個性は自身の汗を起爆する個性のため、準備として大量に汗をかかないといけないというデメリットがありますが、爆豪の天才的なセンスと合わさり、戦闘能力に関してトップクラスなのは間違いないでしょう。万能で強力な個性なのに大きなデメリットがないのが強いよね。大量の汗を必要とする分、体力の消耗が激しかったり、使いすぎると感染が痛むといった弱点もありますが、爆豪自身の底なしのスタミナとサポートアイテムを使って弱点を補っています。かっちゃんって結構コスチューム変わるよね。汗を溜めておける貯蔵タンクやグレネード、最終決戦では広範囲を殲滅するための武装、面制圧重装機動、ストレイフパンツァーなど、自身の個性とサポートアイテムをうまく組み合わせ、圧倒的火力を実現させています。ストレイフパンツァーを装備したフルアーマーかっちゃんの活躍、もっと見たかったよ。個性の向上に関しても一切の妥協なく、誰よりも新技の開発を行い、通常の爆破から貫通力を高めた AP ショット、最終決戦では全ての技の威力を向上させる新境地クラスターを完成させ、より一層個性に磨きがかかりました。あのさ、かっちゃんの新技のクラスターってあんまり意味がわからないんだけど、どういう技なの？クラスターというのはデクでいうフルカウル、轟ショウトでいう角尺熱拳のように自身にバフをかけるための技術で、今まではただ流れ出てくる汗を起爆させていましたが、エンデバーから教わった溜めて放つ技術を応用し、より強力な爆発を起こせるようになりました。霧のような小さい汗じゃなくて大きな水滴にした汗を爆破できるようになったってこと？そうですね。爆豪はクラスターのことを粒立った汗と表現していますが、実は UA 文化祭でのバンド活動からも影響を受けています。エンデバーのところで修行して思いついたのはわかるけど、文化祭のライブも関係があるの？バンドの練習中、爆豪は常闇に向かってもっと音を粒立たせろと怒鳴り散らしています。意味がわからない常闇は二郎のアドバイスで理解し、ギターの腕前を向上させるのですが、この音を粒立たせるという発想がクラスターにも生かされているのではないでしょうか。まさかバンド活動がこんなとこにつながっていたなんて。さらにクラスターにはさらなる境地が示唆されています。さらなる境地ってどういうこと？死柄木との最終決戦で窮地に追い込まれた爆豪はクラスターの汗を玉にするという行為を限界を超えて行っていたため、感染への負担が限界を超え、爆破の汗が体中から漏れ出し、全身が爆破状態になりました。デックのフルカウル 100% みたいな状態になったんだね。覚醒死柄木すらも圧倒するスピードと攻撃力を発揮し、オール・フォー・ワンが恐怖を覚えるほどの動きを見せた爆豪は
瞬間的にではありますが、作中最強の存在になったのは間違いないでしょう。最終決戦ではかっちゃんはどんな活躍をしているの？一言で言うと、死にました。死にました。それってどういうこと？最終決戦では有史以来最強最悪のヴィラン覚醒死柄木を相手にベストジーニスト、エッジショット、ミルコ、イレイザーヘッド、UA ビッグ3とともに死柄木の個性を封じ込めるための天空の棺、空飛ぶ UA 高校で死闘を繰り広げています。ヒーロー側の最高戦力を集めたって感じだね。本来であればデクを中心に攻める作戦でしたが、トガヒミコによって分断されてしまったため、爆豪とミルコが先陣を切り死柄木に向かっていきます。かっちゃんとミルコって性格似てるよね。爆破の新境地クラスターや面制圧重装機動、ストレイフパンツァーで一気に攻め立てるも、どの技も死柄木には一切通じず、瞬く間にボロボロにされてしまいます。相手が悪すぎるよ。両腕を破壊され全身がボロボロになりながらも、さらなる爆破の境地全身爆破モードを会得した爆豪は一切攻撃の通じなかった死柄木の頭を吹き飛ばし、圧倒的スピードで死柄木を追い詰めます。死柄木の中のオール・フォー・ワンが初めて焦った様子を見せてたね。死柄木を圧倒し追い詰める爆豪でしたが、体が爆破の個性にこらえきれず心臓が内側から破裂、死柄木から一撃を食らい鼓動が止まってしまいます。まさか最終決戦でかっちゃんが死んじゃうなんて。ベストジーニストやミルコも瀕死の重傷を負ってしまう中、エッジショットが立ち上がり自身の個性獅子によって体内から爆豪の心臓を治療し始めます。爆豪を蘇生させるために命を懸けるエッジショットでしたが、未だ爆豪の意識は戻っていません。堀越先生、かっちゃんには最大の見せ場があるって言ってたけど、これで終わりじゃないよね。もし蘇生したとしても心臓が破裂し両手がぐちゃぐちゃの状態で戦線復帰は絶望的だと思われますが、腕と足がなくなっても食らいつくミルコがいるので、もしかしたら足で爆破しながら戦う可能性も捨てきれません。ミルコはそろそろ休ませてあげなよ。というわけで今回は見せ場をことごとく刈り取られる天才爆豪勝木について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。かっちゃんがもう一回活躍するってことはデックが負けそうになっているって状態だから、この先の展開どうなっていくのか全く読めないよ。この動画が1000いいねを超えたら爆豪ママの解説動画も作ろうと思うので、いいねとチャンネル登録お願いします。ヒロアカ美人ママまとめ動画を見たい人はいいねしてね。それでは次の動画でお会いしましょう。ヘルスウルトラ。